はい、皆さんこんばんは。ミシガン在住29年 MI こと井原です。今日のエピソードは海外留学のすすめです。僕が海外留学を勧める理由は自分を磨けるからです。自分を磨くといってもとても抽象的なので、具体的な例を7つ挙げたいと思います。まず最初に、留学をするとコミュニケーション能力が上がります。語学力とコミュニケーション能力が同じものだと考えている人がいるかもしれませんが、語学力はコミュニケーション能力と同じものではありません。語学力は一人でも身につけることができます。コミュニケーション能力は自分の思いを伝えたり、思いを理解する相手がいないと身につきません。留学をすれば必然的に自分の語学力が不足しますから、それを補うためのコミュニケーション能力を高める機会が発生します。2番目に、留学をすると決断力や行動力をつけることができます。身の回りに自分のことを知っている人がいませんので、いつもよりも大きな失敗をすることができます。旅の恥はかき捨ての原理です。そして何かをマスターするには失敗はつきものです。失敗を若いうちに経験しないと、1回の失敗で立ち直れなくなってしまうということをよく聞きます。ですから人生の失敗は多ければ多いほどいいのです。過去に失敗を何度も経験した人は、過去の経験に基づいた決断力や行動力を持っています。逆に言うと、口ばかりで決断や行動に移せない人は何事に対してもうまくいきません。自分で行動を起こして様々な失敗を繰り返す。これで決断力や行動力がつくようになります。3番目に、努力をする癖がつきます。留学するほど重要な決断は自分自身がやりたいと思わなければすべきでないと思います。言い換えると、留学を意識しているのであれば、頑張ろうという気持ちがすでに芽生えているはずです。その気持ちは留学中に起こる様々な逆境に立ち向かうために必要不可欠です。逆にその気持ちがあれば、どんな形であれ留学は成功すると思います。万が一興味が薄れてしまう心配があるのであれば、短期留学にすればいいですし、学位を取るつもりなのであれば、それに必要な時間を設定すればいいことです。今この瞬間に興味を持っていることにエネルギーを注ぐことが、努力をし続ける癖をつける秘訣だと僕は思います。4番目は、日本の常識から放たれることができます。日本には常識というものが強く存在しています。英語では常識のことを common sense と言いますが、common sense is not so common というフレーズがある通り、人は常識という概念にあまりとらわれるべきではありません。例えば波風を立てない文化などは、そういった常識が認識されている地域や組織、またはそういう人の間でしか通用しません。海外留学をしてみると、日本の常識は世界では非常識ということを肌で強く感じることができます。自分も含めて言いますが、そもそも人には矛盾が多いものです。常識そのものが地域や組織、または個人によって都合よく作り出されたものが多いのではないでしょうか。そのようなものは自分自身にとって無意味で価値のないものです。その束縛から自分を解放するきっかけを作ることができます。5番目は、日本の良さに気づくことです。日本の土地柄や文化、風習の中には世界のどこを探してもない素晴らしいものがたくさんあります。そういった豊かな環境で生まれ育ってしまうと、そういったものがあまりにも当たり前すぎて逆に実感することができなかったりします。海外に出て今までなかったような特に苦い経験をすると、日本の土地柄や文化や風習がどれだけ恵まれたものなのか実感できるはずです。これは慣れ親しんだ環境の中で生活している中では実感しづらいものでもとても価値のある、認識されるべきものだと思います。6番目は、最先端な技術を身につける機会が多いことで、業種や専門分野によっては海外に最先端の技術や開発が行われている場所があります。例えば一部のアメリカの大学では、講義の内容や仕方、設備や建屋など最先端の技術を取り入れています。コンピューターによるシミュレーション、プレゼンテーションソフトや E メールなどは世間一般で使われるようになる以前から、僕の通っていた地方の大学でも活用されていました。世界に通用する特別なもの、
特に日本にまだ存在しない技術や知見を身につけようとするのであれば、それが今現在存在する場所で学ぶのは最良の選択肢であることは間違いありません。最後の7つ目は、好みや趣味が明確になることです。自分にとって何が大切なのか、どんなものに幸せを感じるのかが分かりやすくなります。慣れ親しんだ環境の下でなんとなく流されていく生活から、流されない自発的な生活を始めるいいきっかけになります。また様々な背景を持った他国の留学生や現地の仲間と今までとは全く違った行動や活動を通して新しい視点や考え方に触れることができます。そのうちに自分はどんなことに幸せを感じるのかはっきりしてきます。僕の場合は留学生活中に自分の住む環境に対する好みや趣味がとても明確になりました。ここで一つ付け加えなければならないことは、今まで挙げた話は必ずしも海外留学に限りではないと個人的に思っているということです。国内でも地方から都会、もしくは都会から地方でも同様なメリットがあると信じています。要は慣れ親しんだ環境から培ってきた常識が通用しない環境に身を移すことがポイントです。そして環境を変えるだけではなくて、新しい環境に馴染もう、地域の人の視点や意見を理解しようとする意識を持ってください。今僕が住んでいるサウスライオンという人口1万人程度の町の市内でさえ全く違う環境が存在します。現在住んでいるファームの生活環境は間違いなく引っ越してくる前の家では全く想像できなかったものです。別の国に住んでいるような錯覚さえ覚えます。これはあくまでも個人の意見ですが、このファームの生活環境は僕自身が本当のミシガンを一番強く感じる環境です。海外留学を進める理由をまとめます。自分の思いを伝えたい、理解を深めたいという相手と日々会話することを通してコミュニケーション能力が上がります。旅の恥はかき捨てのように、新しい環境で新しいことに挑戦し、たくさんの失敗をすることで決断力や行動力がつくようになります。今まさに自分が興味を持っているものや目標に対して一生懸命努力する、そういう活動を通して努力し続ける癖がつきます。国外に出ると日本の常識がいかに非常識であるかを実感することができます。逆に海外にはない日本の素晴らしい文化に気づくことができます。国内にない最先端の技術や知識を身につける機会があるかもしれません。もしかすると今気づいていない自分の好みや趣味などを非日常的な活動を通して明確にすることができるかもしれません。こうしてダイヤの原石のように自分自身を磨きましょう。そして自分自身を磨ける環境に身を置くためにも、僕は海外留学を一押しします。さあ、いかがだったでしょうか。今まさに海外留学しようかしまいか悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ前向きに決断することをお勧めします。もちろん海外留学は金銭的にも精神的にも負担がかかります。海外が不可能であれば、国内や市内でも自分が置かれている環境を変えることをお勧めします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではミシガンの日常生活のあれこれを実体験に基づいて配信しています。よろしければこのチャンネルを登録してください。また今後の励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるととても嬉しいです。次回のエピソードは池のエアポンプ取り付けの様子を配信します。楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。